はい、こんにちは。山下夏美です。5月25日、日曜日。今日はですね、平塚ビーチパーク、扇の松ですね。で、スキムボード、メインですね。で、練習してきました。前日のね、土曜日がかなり波が良くて、で、結構期待していった日曜日、本日なんですけども、ちょっと期待外れ感はありましたね。正直言って。波サイズがね、もともとちょっと一回りぐらいはね、下がったなっていうのは、情報でね、ちょっと思ってはいたんですけど、ちょっと想像以上に、波質が全然違った感じですね。良かった看板ともちょっと別の時間だったっていうのもあるんですけど、正直言ってちょっと難しめの波だったかなと思います。やや口が深い上の、ラップ側の波なのでね、もう圧倒的に処理する能力、ダンパー波をっていうのをすごい求められた感じですね。かといってちょっとエアーで降りれるゾーンがあるかって言われると、ちょっとそういうゾーンもなかったので、基本的には下で一発で切り切って前の波に合わさる、今みたいな感じで。なのでそこをちゃんとうまく処理するっていうのを意識して練習してきました。こういう感じでラップラインまで行けたら十分、チューブまで入れたらベストみたいな感じですね。久しぶりにちょっと難しい波でどうやって乗るかっていうのを考えさせられた感じですね。あとね、地味にデッドウォーターもきつくてですね、デッドウォーターというか、ちょっと出るタイミングがやっぱり難しくてですね、結構波が重なってるタイミングで出なきゃいけなかったので、初速のつけるっていうかつけ方がちょっと分かんなかったっていうのがあるかもしれないですね。なのでモンキークロールとかも結構対応してやっていった感じですね。そういうその初速がない時にどういう風に乗り切るか。ちょっと今これ雫かぶっちゃったから分かりづらいけど、今みたいなラップまでいけたらいい感じですね。この1枚ギャップで越えたやつを今度帰ってくる時にそこに波が当たるからどう処理するかっていう感じですね。この辺は。まあたまに来るダウンザライン側。口深いけどギリ流し側に割れてくるやつはダウンザラインで今みたいになってて。これはラップ側に行きましたけど、これ流しの方が良かったかもしれないですね。ラップ側だからちゃんと被れたっていうのはあるかもしれないですけど。見た目以上にちょっと難易度が高くて、しかもどんどん引いてったんですよね、潮が。なので、スキム目線で言うとどんどん波が遠くなってたんで、どのようにして乗るかっていうのはね、かなり常に考えさせられた感じでしたね。もう一回りね、サイズがあったりとか、もう一パワーあればね、かなりバシバシトリックとかもチャレンジしながら乗れる波かなとはいった感じではあったんですけど、その辺はかなり難しかったですね。波のピークがばらけてるっていうのはあったかなと思います。これがちょっともったいないですね。流し波狙ったけどハーフスピンでミスった。これとかはね、地味にいい感じで、ちょっとアクションはちっちゃいけど切り返し的な感じで狙っていったんで、こういうのも入れつつ練習していってる感じですね。やっぱりでも難しかったのはこういう風に1回で割れちゃう波を乗り切るってことだったんで、できるだけこの辺の時間はですね、もう波もどんどん遠くなってたので、割れちゃう前に早く出るっていうのはすごい意識して、できるだけ早く出るように意識していた感じですね。こういうギャップを超えることは当たり前。そういうタイミングで出る練習でしたね。自分の中でいろいろ考えながらやらされる波だったので、このタイミングで出たらどうなるかなとか、ここまで引きつけてるとちょっと遅いのかなみたいなのを考えながらやる感じとなってました。これとかはちょっとテール抜いてやや飛び気味にターンしたりとか、ちょっとそういう小技ですね。スキムボーダーの中でも一部の人にしか伝わらないような地味なテクニック
っていうのもね、含めながら、かなり意識して練習していった感じですね。これとかが結構横に走れた感じですかね、今日の中でも。中部にはならなかったけど、横に走れたやつみたいなのは、まあ、この辺は、頑張れば乗れたのかなって感じですね。で、こっからちょっとね、一回サーフィンチャレンジしてみたんですけど、見た目以上にね、結構、ブレイク早かったんですよね。なので、サーフィンは2本で、この日は終了しました。沖の形はかなり良かったんですけど、ちょっと短いボードだとやっぱり置いてかれちゃうことが多かったので、まあ、ミッドレングスとかロングの人であればかなり綺麗なその波の先端に合わせて乗れてたので、まあ、そういうちょっと短いボードだと難しい日でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。